どうも、ともそうやです。前回動画はベリーズの首都ではないけど一番の都会であるベリーズシティについての動画。海の色や街の雰囲気とか治安とかいろんなリアルを見せるよ。今回は世界中の旅行者から大人気のキーカーカー島に滞在。人生の1ページに残るような贅沢な経験をしていい思い出を作ったんで、ぜひ動画最後まで見てください。やっばい、ほんま焦った。バッグ届いてないやんみたいな。キーカーカー島上陸したのにバッグ全然届いてないやんって思ったら、まさかの時間差でバッグ届きました。どうも、ともさいチャンネルです。現在キーカーカー島にいてて、キーカーカー島はベリーズです。ベリーズっていう国がどこにあるか分かりますか？そうですね、中央アメリカ大陸の東に位置する国ですね。メキシコとグアテマラに面している国、ベリーズです。で、ベリーズに関しては前回の動画で話してるので、そっちの動画を見てもらったらベリーズに関して分かると思います。ベリーズに関してとベリーズシティに関して動画撮ってますんで、そっちね見てもらえたらベリーズシティとか観光の参考になると思いますんで。でね、ベリーズシティからフェリータクシーで約45分で行けるキーカーカー島っていうのがあるんですけど、いわゆる島なんですけど、そこがバックパッカーに超絶人気なところらしくて、すごい物価とかはやっぱりね観光地価格になるんで高いって言われてるんですけど、結構なんか人気な場所なんで僕ね来てみました。で、実際どんな感じで遊べるかっていうのをこの動画でまとめてちょっとね教えたいと思います。この海外に来てね日本語ねちょっと分からんようになってきました。いや、もともとなんか語彙力ないだけなんですけどねって感じで、ちょっとねカバン回収して今からね観光したいと思います。観光とかね、今日多分ねもう現在夕方の5時半ぐらいなんで観光する時間ないんですけど、ちょっとね先にホテルを探したいと思います。で、めちゃめちゃやりたいツアーがあって参加したい。それがねできるかどうかわからないんですけど、5人集まらないとめちゃくちゃ高い金額請求されるんですよ、そのツアーなんで。それをねちょっと探したいと思います。それぐらいですね、今日できることは。いざ行っちゃいましょう。ツアー会社のねところを向かってるんですけど、南国感あふれる感じがあって雰囲気はいいですね。いやー、ベリーズシティとの往復のフェリータクシー代78US ドル、いや78ベリーズドルはちょっと高いですね。でもしゃあない。外国人だからそれぐらい払わないといけないんだよ多分。なんかゴルフカートみたいなのに乗せてもらって連れてってもらうことになりました。安いホテルとか聞いたらなんか私が連れてってあげるわみたいな感じのノリですね。こんな感じでなんかポンポンポンってなんか進んでいってますね。それにしても夕日が綺麗。そうビューティフォーってな感じで、もうポンポン拍子でゲストハウスたどり着きました。ここが安いか高いかどうかね、そんなんまだ全然わからないですけど、とりあえずねここが安いみたいな感じで、もう無理やりにもゴルフカートに乗せてくれて連れてってくれたんで、もうここに決めたいと思います。屋上からの眺めはこんな感じですね。綺麗な夕日が見えると思ったけど、普通というか綺麗かな。こんな感じでちょっと地元感あふれる風景も見えます。いやー、でもこんなトントン拍子になんかいろいろことが進んでいくとほんま思わんかったですね。実際の話、なんかそのホテルとか安いホテル探すのもかなり手こずるかなと思ったんですよ、重いバックパック背負って。で、その前にツアーの予定組むんもなんか正直難しいかなみたいな。5人なんかその集まらんと乗れんとか、3人集まらんと絶対乗れんとか、そういうのがあるんでちょっと厳しいかなみたいな、ちょっといろいろ考えたんですけど、ツアー会社行ったら別に現在申し込みが2人おって僕が3人目の申し込みなんで、一応ツアー自体は開催できるってくれたんですよ。5人集まったらもう少し安くなるみたいな感じの説明を受けて、だからなんかツアーもこの状態やったら参加することできそうやし、でそのツアー会社のお姉さんがもうなんか安いホテル探してるんだったら送っていってあげるよって言ってくれて、いやめっちゃ親切やみたいな。その人がなんかこの安いゲストハウスに送ってきてくれたんですよ。値段的には1泊29ベリーズドルですね。全然安いですね、普通に考えたら。普通のほんまにクーラーもないようなドミトリールームで、キッチンもあるんで、自分もなんかクーラーよりキッチンの方がねあった方が嬉しいんで、なかなか自分の思い通りに今ことが進んでるんで気持ち的には嬉しいです。
島って感じの雰囲気でいいな。この感じめちゃめちゃ好き。沖縄とはなんかちょっと違うようなまた感じの雰囲気ですね。真っ暗なんで僕の顔が見えないかもしれないんですけど、今のちょっと心境を話します。なんかね、現地の人がね英語で話しかけてくれるんですけど、全然なんかわからん。自分が英語わからんっていうのもあるんやけど、ただツアー会社の人とかそういうなんか交通系のなんかカードを販売してくれる場所とかで喋ってくれる英語とかはやっぱりなんかその旅行者向けの英語なんで、すごい分かりやすいかなみたいな感じでは感じるんですけど、現地の人はこれね一丁も理解できないですね。ほんまに英語がこの僕でも理解できんっていうのがね考えられないです。このビリケンウルトラっていうビールと卵2つ購入しました。今なんか現地の人と話してたんでちょっとなんか値段忘れそうになったけど、450 4.5 ベリーズドル、これ高いんか安いんかもう分からんわ。ちなみに今日の晩ご飯はパスタですね。カップ麺みたいな感じのパスタでした。物価の安いメキシコでほんまにね買っといてよかったです。普通に美味しいですね。安くて美味しくね量食べれるんでめちゃめちゃ良かったです。こんな感じ。キッチンは屋上にあってこういう感じのロケーションですね。一応カップ麺にはパスタって書かれてたんですけど、もはやねスープと分けてつけ麺みたいな感じになってます。キッチンはこんな感じの雰囲気で何でも揃ってるような感じですね。で今からビール飲んじゃいます。ベルキンウルトラ。ってな感じで今日の動画は終わり。明日に向かってこれからね動画編集して寝たいと思います。ほんでね今日ちょっと予約したツアー内容なんですけど、それはまたね明日お金払うんで明日ちょっとね発表したいと思います。楽しみにしておいてください。人生のワンページ一つのページに残るようなすんごい高額なねすんごい景色が見えるツアーなんで、もうねベリーズといったらこれしかないっていう感じのツアーなんで楽しみにしておいてください。ではおやすみ。おはようございます。朝ごはんの様子です。朝ごはんはねこうやってねパンをね焼いてフリホールツっていう豆と卵をパンの上に乗せて食べたいと思います。そしてあてはねビールじゃなくてコーヒーですね。コーヒーはどっか適当で買ったこのスティックのコーヒーを使いたいと思います。あんまり美味しくないコーヒーや。てか現在朝のね11時20分なんですけど、朝起きてさあ歯磨いて顔洗って出発しようと思ったら、まず外を見たら雨吹いてる。で風も強い。さらにとりあえずできることはやろうと思って歯磨いて顔洗おうと思ったらまさかの水です。もう何もできんやみたいな感じで今に至りますね現在。でもね水も出るようになったし天気もねちょっとだけ曇りか良くなってきたんで、ちょっとね無理やりにでもね出発したいと思います。はい、おはようございます。改めておはようございます。現在ね昼の12時、水中メガネも無料で借りることができました。最高っすね。1日寝ただけなのになんかベッドのシーツも変えてくれたし、タオルもね無料でついてるし、水も無料で飲めるし、キッチンももちろんあるし、今んとこ特にね問題もないような感じの宿ですね。問題あったって言ったら朝水が出んかったことぐらいかな。なかなか満足今んとこできてます。らしいやん。なかなかのね雰囲気ですね。やっぱり現地人と現地の雰囲気とメキシコのユカタン半島の雰囲気が出てるわ。このレストラン明らかにこの街の電波塔感が半端なく出てるわ。これでかっ。さあ今日も楽しんでいきましょう。これどっかで見たことある建物と思ったらこのキーカーカープラスホテル、ネットで見つけましたね。このホテルなんかブッキング.comとかアゴダのサイトとかだったら最安で出てましたわ。ちなみにこれどうやったらキーカーカーって読むんだろうな。道自体はこんな感じの雰囲気です。島って感じ。島やけどちゃんとね ATM もありました。後でここでねお金下ろしたいと思います。5万ぐらい。マジっすよ。新しい2人乗りのやり方やなあれ。海が見えてきました。海は広いなともそうや。売ってそうやなって感じっすね。
まあどうせ高いんで買わんけど、地球の反対側にある島でも言わざる聞かざる見ざる。だんだんとね観光地色がね強くなってきましたね。海沿いに来たら怖い怖い。陰キャの僕にとってはねこの観光地感は慣れてないんでね怖い怖いっす。めちゃめちゃかわちいちっこい犬を発見。ちっこいなマジでめちゃめちゃ可愛い。さっきまで喧嘩してました。空を見上げると鳥がたくさんのんびりと飛んでるね。そして下を見ると透き通った綺麗な海で魚がたくさん泳いでる。いや泳いでないか。ほら当番犬とのね睨み合いがね長時間続いています。あ、そこ向いた。俺の勝ちやな。子供たちがトルティーヤをね魚にあげてるんですけど、トルティーヤをね海に放り投げるとたくさんねちっちゃい魚が寄ってきました。こんな感じで放り投げてます。僕にビビってね怯えてた犬。さあさあ追いかけるぞ。ほら逃げるなよ逃げるなよ。こう見るとなんかめちゃめちゃ臆病でねちょっと面白くなってきました。最初は冗談のつもりが出たんですけど、なんかそのうち噛まれそうやな俺。ロブスターのお店を発見しました。こんな感じでロブスターを焼いています。メニューはだいたいこんな感じ。値段帯はそんなに安くはないけど、まあロブスターをねこれぐらいの値段で食べれるんだったらいいのかもしれないですね。高いのか安いのかなんとも言えません。今んとこの正直な感想なんですけど、なんか別に突っ込みどころもなんかそんなないような、まあほんまに島って感じの島ですね。値段が高いような。バックパッカーってほんまにこの島が好きなんか。ネットで人気って書いてるからとりあえず行ってみようみたいな感じの、僕みたいな感じの考えでみんな行ってるから、いろんな人が変に解釈してなんかバックパッカー人気って言ってるだけじゃないかな。物価も高いし欧米人多いしのんびり島なんでのんびりしたいなと思っても、なんか欧米人がまあなんか結構騒いでるようなイメージなんで、そんなのんびりできるとこなんかな。どうなんやろこれ。なんかそんなバックパッカーっていうまあヒッピーが集まる場所か。バックパッカーっていう感じじゃない気がするけど。そういえばキーカーカー島のなんかツアー、ダイビングのねツアー、シュノーケリングツアーは運が良かったらマナティーも見えるらしいですよ。おすすめらしいです。ザ・スピリット。なんか暑いね暑いね。カナダとベリーズ。なんかレプテリアンみたいやな。あーここか。欧米人がバシャンバシャン飛び込んでワイ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 騒ぐところ。今の時間は誰も飛び込んでない感じやな。これは初めての感覚やな。こんなんなかなかないぞ。なんかね一人で来てるの僕だけやし、こうやってね一人でねこうやってカメラ向けて喋ってるんですよ。なんかねアホな人みたいな感じだわ。もう孤独感で押しつぶられそうっすね。孤独感で押しつぶされそうっすね。2回言うけど簡単で。それにしてもね海はねめちゃめちゃ綺麗な色してますね。どう思いますかこの色。なかなか綺麗な色してます。そんな感じですね。で今日の目的なんですけど、一応銀行でお金を下ろしたいっていうのとロブスターを食べたいで、もう一つが海で泳ぎたい。その3つかな。あと細かいなんかその目標やったらビルケンスタウト、ベリーズのこのなんかその黒ビールみたいなのがあるんですけど、それが度数強くて値段同じなんですよ普通のビールと。それが超おすすめって現地人が言ってたんで、それを飲みたいっていうぐらいかな。あとツアー会社のところに行ってツアーを申し込むっていう。昨日申し込んだだけでお金は払ってないんで、今日はお金を払いに行きます。この島のことか。キーカーカー島ってなんか2つ島があるんですよ地図上で見たら。多分今見えてる島のようですね。めちゃめちゃ近いやん。この家の屋根の天井なんか湯婆婆の頭みたいな感じになってますね。犬もぐったり寝てもうてます。この場所が朝にか冬か分からんけど、とりあえずねせっかく来たんでねこのシュノーケリング使って潜ってみたいと思います。で GoPro とか僕持ってないんで携帯1本で動画編集と撮影してるんで、ちょっと海の中の様子とかはね映すことできないんですけど、ちょっと潜って後からねちょっと感想言いたいと思いますんで、それまでねしばしお待ちください。多分海の中綺麗ぞこれ。久しぶりやなこんな綺麗なところで泳ぐん。沖縄ぶりやわ。おー、さっきあれね僕ね飛び込んできたんですけど、あれねこう見えて割とね高さあるんですよ。なんで結構滞空時間も長いんですよね。泳いでみた感想を言いたいと思います。まずジャンプ台、まあ若干怖かったけど全然飛び込めるレベル。女性でも男性でも、
まあ高所恐怖症の人はちょっと怖いかなって感じかな。なんでシュノーケリングした感想については、なんかね、日本でも見たことがあるようなお魚が泳いでる感じ。そんなたくさんではない。ただ小魚がほんまにな、一言でスイミー、国語で習ったでしょ。国語で習ったスイミーみたいにちっちゃい魚がおると思ったら、それのまた10分の1ぐらいの大きさの魚がバラバラバラーっと泳いでたりとか、そんな感じですね。フグがおったかなと。フグがおって、で他なんかウニとかそういうタコとかそういう生き物は見えなかったです。まあ近場なんでね、なんとも言えんかな。なんかそんな個人的にはなんかザ海って感じのなんかイソギンチャクとか、なんかそのウミウシとかタコとかそういうの結構期待してるんですけどね、やっぱりこういうとこはあんまりおらんかな。もうちょっと沖に出ないととか、ちょっと磯場に行かないととか、そうなってきますよね。なかなかいないです。はい、行きます。台風時間調査。早飛び込めよ、早飛び込めよ。1、2、3。レゲエの曲かかっとるし、若干ジャマイカみたいな感じで思えてきた。しかもジャマイカみたいな髪型してる人も多いし、色黒い人も多いし。すごい帽子やね。ちょっと遊び終わって歩いてたら何とも言えないね場所にやってきた。ここは観光客が少ないと思ったら、向こう行ったら結構観光客おるな。あれはホテルと同じになってるような感じの場所かな。もはやもうこれ大人の遊び場やな。すごいわ、いろいろあるわ。ゴージャスやわ。さすがに海の中でハンモックとか海の中でブランコっていう発想はなかったな。まあ世界を旅してたいろんな景色があるんやなってなんか改めて実感しましたね。海の中でハンモック、海の中でブランコ、もう一回言うけど女子がなんとも来そうな光景やな。で5時までにツアー会社のとこ行かないといけないんですけど、でそれまでにちょっとお金を下ろそうと思ってるんですよ。その間でちょっとねロブスターが美味しいお店を探してて、今はちょっとね値段チェックみたいな感じのことしてるんですけど、基本的に45ドルぐらいかな。ベリーズドル、45ベリーズドルで1ベリーズドル80円換算でなんぼだろう、3500円ぐらい。なんかそんな、まあどうなんだろう。で40ドルのところがあったらちょっと安いなって感じる。そんな感じです。ラスタフェリー、ネーミング好きやわ。工事中の建物。中二病が憧れる乗り物ですね。このスーパーマーケットのネーミングセンスよ。 ATM にねやってきました。もうねお金を下ろす準備はできています。大金です。いやロケットっぽいすぎるやろ。まさかこうなると思わなかった。 ATM 行ったんですけどなんか US ドル引き出せないみたいで、銀行直接行こうと思っても3時に閉まるみたいな。でちょうど3時半ぐらいやったんですよ僕行ったんで。結局 US ドル引き出すことができずに、でとりあえず旅行代理店行ったら、まあベリーズドルで支払うことはできるんやけど、ベリーズドルをなんか大量に引き出すってなんか嫌なんよな。もしお金が余った時にね、とりあえずまあそうするしかないんでベリーズドル引き出しに行ってます。 ATM あるあるでなんか引き出すことできんかったんやけど、 ATM 使用料で3ベリーズドルかかったってことかな。それめっちゃ最悪じゃない？ちなみにここのね津波ツアーアドベンチャー、津波アドベンチャーっていうねツアー会社で予約しました。スムーズでしたね。とりあえずはいツアーを予約してきました。でねもったいぶって全然言ってなかったんですけど、どんなツアーかっていうと、実はこれ人生のほんまに1ページに残る経験になると思うんですけど、セスナ機に乗ります。
もう男性諸君ね、皆さんね絶対ね一回は憧れたことがあると思うんですよ。セスナ機になる。運転するわけじゃないんですけど、もちろんね免許持ってないんで、セスナ機に乗ってさらに世界第2位になるんかな、第2位のサンゴ礁を誇るブルーホールっていうのがベリーズにあると思うんですけど、ベリーズで一番有名と言っても過言ではないですね、ブルーホール。そのねでっかい海の中にあるね青い目ん玉みたいなあれブルーホール、みんなもう想像できると思うんですけど、みんな絶対一回は見たことあると思う。テレビか図鑑とか絵本とかそういうので、インターネットとかでもそれをセスナ機に乗って上から見ます。これねやばくないですか。でそれをねツアー申し込みました。これねやばい。でツアー代金が US ドルで何だったかな、250 US ドルするんですよ。で現在のレートだったら約4万です。こんな大金払えるわけがないって言いたいところなんですけどね、僕のねもうちょっとねお金が有り余ってるんですよ。今お金が有り余ってて毎日お金燃やしてるような状態なんで、ちょっとね今回セスナ機に乗ってね毎日燃やしてるお金をここでね一気に使いたいと思います。毎日燃やしているとか初めて言うたわ。で今日はデポジットの60ベリーズドルだけ払って、明日残りのね440ドルを払うんですよ。今日払うかと思ったんですけど、でだから今ねこんだけねみんな伝わらんかと思うんですけど、こんだけベリーズドル持ってます。多分ね伝わらんすね。50ベリーズドルの価値がどれぐらいかっていうのを楽しみですよ。とりあえず今日はねあとやり残したことはロブスター食べることなんで、ロブスター食べて晩にビール飲んで早めに寝て明日に備えたいと思います。もうね最高っすね。明日楽しみにしておいてください。オレンジのゲストハウスから出てきた人もオレンジだったそうなんよ。しかも今回のこのセスナ機のツアー5人集まれば安くなるんですよ。で5人集まったんですよ。けど5人集まったけど3人が津波アドベンチャーの会社で、残り2人がなんか別の会社らしくて、その場合はなんか安くならんらしいですわ。残念ながらなんか人数が多いだけみたいな、一番最悪なパターンや。で結局その正規の値段250 US ドル払いましたね。ベリーズドルでやけど。でロブスターの店はいろいろ探した中で、聞き込んだ中でここが一番なんか自分に合ってるかなと思ったんでここにします。値段といい、なんか落ち着いた感じといい。メニューがこんな感じですね。興味ある人は拡大してみてください。で僕はこのねホールロブスターっていうの頼んだんですけど、なんかでかいサイズしかないって言われて50ドル払いました。こんな感じの雰囲気のねレストランですね。レストラン言うんかな、食堂みたいな感じですね。楽しみ楽しみ。シーフード食べるのはなんかね、シーフード食べるっていうかこんなゴージャスな体験するんでニカラグア以来なんですよね。ニカラグアでシーフードがっつり食べて、その時ロブスター頼まなかったんですけどちょっとケチって、別のもの頼んだんですけどそれでも全然美味しかった。で今日ねいや初めてちゃうんかな俺ロブスター食べるの。今考えたらロブスター食べれるんでめっちゃ楽しみ、ワクワクしてる。そして明日セスナ機乗れる、ワクワクしてる。ロブスター届きました。究極完全体の料理ですね。これはもうほんまにもうなんか眺めるだけでなんかもう十分になってきた。ちなみにロブスター以外のこの2つ、ビーンズライスとこのサラダは選びましたね。なんか選択肢が7つぐらいあって、その中から2つ選んでください言われてこの2つを選びました。他はフライドポテトとかなんか他のサラダとかいろいろあったかな。最高。でかいし、これがロブスターよ。めっちゃうまい。いい感じにね弾力あって、ちゃんとしっかりね焼いてくれて味があって美味しいです。美味しいんやけどね、ハエがめっちゃめちゃおって、すごいなんかもう3秒に1回こうやってやらんとあかんのですよ。であとなんかナイフで切ったりするのがちょっとめんどくさいっていう感じかな。でも美味しいです。この贅沢してる背徳感がたまらねえな。ビールがあったらもっと良かったんですけど、ビール代はケチりました。2つ目のレモンを絞るぜ。チャージ完了。横で猫がミャン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 ずっと鳴いててすごいね食べにくいそしてこっちにはハエがバン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 飛んでる。すごい食べにくい。
食べ終わりましたからのね、もう奥底までねしゃぶりつきましたね。ちょっと汚いものを見せてしまって申し訳ないです。で最後の最後までこいつはね俺の横におるんよ。あ、やっと終わったわみたいな感じで乗り上げてきましたわ。なんか食べ疲れましたわ。もう正直な感想言っていいですか。美味しかったけどハエ多すぎないよ。ハエが多すぎるし、隣の猫がもう終始もうミャー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 ニャー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 ずっと威嚇してくるし、足はもう蚊に刺されまくり。足は終始めちゃめちゃかゆいみたいな。何箇所刺されたんだろう。なんで足もずーっと終始動かしとかんとあかんのっすよ。もうなんかかゆいんで。でハエがもう何十匹もおるんで手も動かしとかんとあかんし、めちゃめちゃ居心地悪かったっすね。ここ最近でなんか一番なんか居心地悪かったレストランって感じですわ。なかなかなんかそういうメキシコとかローカルな市場の店でもあのレベルはない。正直めちゃめちゃ居心地悪かったです。二度と行くことはないですね。今日だけかもしれんけど、もしかしたらハエおるんとか猫おるんとか。まあでもロブスターは美味しかったよ。坂のイグレシア発見。キーカーカー島にもね一応教会はあるみたいですね。行き止まりか。一番縁のないところに迷い込んできてしまったわ。ビーチリゾート飲みたかったねベルキンビアのスタウト飲むことができて、今日の目標は達成しました。これでね全部今日の目標は達成しました。ツアーも予約できたし、海で泳げたし、ロブスターも食べれたし、ビールも飲めたし、最高です。でも僕普通のビールの方がやっぱ好きかな。まあそんな感じで明日はセスナ機に乗って綺麗な景色見るんで、それをね明日楽しみにしたいと思います。いや楽しみですで今日はねゆっくりのんびりねもう早めに寝たいと思います。これ見て、ちゃんと早起きできたし、ツアー開始時間にも間に合ってる。勝ち確定。10時から開始なんで9時半に来てほしい言われたけど、9時15分に着いてしまった。張り切りすぎやろ。多分あとね40分ぐらい待つことになると思います。これねまあ言ったら空港ラウンジみたいな感じなんですけど、僕ねワンチャンコーヒーとかあるんかなと思ったら特になかったですね。水だけです。水があって Wi-Fi が使える感じですね。今までの壁飾り史上何かわからんやつトップ3に入るわ。これなんだろう、ただの木やん。あのイグアナが本物なんか偽物なんかわからん。お、本物やん。どうしようやけん。偽物かと思ったら本物やったわ。おはようございます。やってきちゃってますよ。ここの場所からセスナ機が飛び立ちますね。トモソーヤチャンネル史上一番金使ってるかもしれん。これツアーに関してはツアー代金約4万ですからね。まあでもこの約4万で人生の1ページに残るようなすごい景色見えるんだったら安いもんすよ。まあこのツアー代金がまず3万6500円としたら365日100円の言ったらねお菓子を我慢したら言ったらね1年間我慢したら3万6500円になるでしょ。まあ2年間我慢したら言ったら1日50円ずつ我慢したらいいみたいな。なんか説明下手やな。説明下手やけどちょっと言ってることは多分みんな分かってるとは思います中途半端な時間に来てしまったんですよまた。なんで今からねちょっとねこのラウンジなんかラウンジ言うてるけど、まあなんか別に食べ物とかそんなコーヒーとかないよ。そこでね、まあ、動画編集とかしてねのんびりしたいと思います。暇やな。ケーキ食いたい。早速セスナ機に乗るみたいです。9時48分。僕らが乗るセスナ機はこのセスナ機みたいですね。白と緑のなんかシンプルな感じの。うわかっこいいわ。男の夢やわ。まさかのあっちのセスナ機でした。ちゃんと墜落する時のためにこうやってライフジャケットも用意されております。こんなの着る時間ないよな正直。で船内はこんな感じの雰囲気ですね。セスナ機の中は機体のエンジン音がすごいので音量を消して代わりにBGMをつけています。
動画は倍速なしでお届けするので、実際の空からの景色を見てもらえたらと思います。機内に関しては人が6人入ることができる程度のサイズ感で、意外にも暑苦しい、灼熱ではないけど我慢できる程度の暑さ、エアコンかかる直前のバス車内のような暑さかな。ベリーズのサンゴ礁保護区は世界第2位の広さを誇るサンゴ礁であり、世界遺産に認定されています。早速メインのブルーホールを見てみましょう。ブルーホール、こんな感じです。図鑑とかインターネットだけしか見たことないんですけど、実際に見たらやっぱり迫力ありますね。ちなみになぜブルーホールの真ん中が青いかっていうと、理由はかなり単純。この青い部分が周りの青い部分に比べて深いから。深さは約120メートル程度と言われてて、ダイビングスポットとしても人気のブルーホール自体は世界中にもいくつかあって、沖縄の渡名喜島にも一応ねあります。ちなみに自分は後部座席左側に座りました。時計回りに旋回した後に逆方向反時計回りに旋回してくれるので、左側の座席に座っていても後でね右側座席の光景を見ることもできます。ともそやチャンネルのステッカーも一緒にセスナ機に乗って空旅してみます。ただただ上空を飛行するだけではなく、時々機体を傾けたりしてくれるし、いろんな角度や方向から景色を楽しむことができます。機体を傾けてくれるんで、写真やビデオを撮影するときにそんなに翼が邪魔とは感じませんでした。座る場所によるかもしれませんね。ベリーズのブルーホールは直径約300メートル以上あって、世界で一番大きいブルーホールと言われています。今回高額なお金を払って参加させていただいたツアーなんですけど、本当にねブルーホールだけじゃなくて、数々の小さい島とかサンゴ礁のきらびやかな景色とかいろいろ見えて、ほんまに満足感あるねツアーでした。疲れた。意外に体力使う。でもうほんま行ってよかったな。めっちゃ綺麗な景色見えた。ほんまよかった。とりあえずね戻ってきてラウンジで休憩中です。ほんま最高。とりあえずね写真と動画ねめっちゃバンバン撮りまくったんで、今からというか帰りのバスとかでちょっとねネット使えないところで整理したいと思います。はあ、もう疲れた。ここベリーズのキーカーカーとなんかジャマイカっぽい感じやっぱあるわ。ちょっとこっちがねジャマイカの挨拶でヤーマンってやったら、向こうもヤーマンってなんか返してくれますね。ヤーマン、あ、返してくれなかった。普通のピースだったわ。そんな感じでね今ね帰ってます。これからベリーズシーに向かうよ。今日からキーカーカートを楽しむ人と、今日でキーカーカートを終わりな僕、こんな感じで交差していますね。こんな感じでキーカーカートの動画はこれにておしまいです。動画をご視聴ありがとうございました。いやー久しぶりに贅沢しましたね。いや初めてかもしれん。こんな贅沢することないよ。キーカーカート2泊3日だいぶねスケジュール詰め込んだんですけどね、ホテル代とか物価とか高いんで、まあ基本的にねご飯とかはメキシコで買ったねラーメンとかカップ麺とかボリージョっていうパンとかそういう安いもんで済ませて、なんかその贅沢するときは贅沢するみたいなスタイルですね。なんで一応ロブスターは食べました。なんで現地で飲みたいビールも飲んで、海でも泳げたし飛び込みもねできたし、前からねやりたかったねセスナに乗って綺麗なねベリーズといったらブルーホールの景色も見えたし、最高な経験をベリーズでできましたね。こんなに楽しめるとは本当ね正直思ってなかったですって感じで、一応ね中央アメリカ大陸すべてね一応制覇したことになるんかな。そんな感じで楽しくね旅できました。ヤーマンって感じでベリーズシティに戻りたいと思います。ベリーズシティの動画も一応出してるんで、それね見てない方は一応それもね見てもらえたらと思います。でねベリーズシティに戻ってから次はねメキシコに行ったらね戻りたいと思いますんで、次はバカラルかな。では動画ご視聴ありがとうございました。うわーこのポストにシール貼りたいわ。シール貼りたいわ。シール貼りたいわ。シール貼ってもたわ。次回ともそやチャンネルメキシコ編再スタート。次回お楽しみに。